皆さん、こんにちは。東京芸術文化相談サポートセンターアートのとハラスメント防止講座2024現場実践編をご視聴くださりありがとうございます。本日講師を務めさせていただきます NPO 法人エクスプラット理事長上級ハラスメント対策アドバイザーの植松優子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。多くの皆様がご認識されている通り、ハラスメントは誰もが被害者にも加害者にも、そして目撃者にもなり得る、芸術文化領域における大きな課題の一つです。本動画は誰もが尊重し合える創造環境のために、ハラスメントの防止に有効な基礎的知識をつけ、共有理解を作るための動画となっております。この動画は2部構成になっております。まず第1部では約1時間の創造の現場でのそのまま使用できるハラスメント防止研修動画となっております。その後第2部ではハラスメントにならないにしてもクリエーションの現場での注意点の解説になっております。第1部の部分では創造の現場でそのまま活用いただけるものにしました。ハラスメント意識の高まりとともに芸術文化に関わる多くの皆さんからもハラスメント関連の知識を身につけたいという声をよく聞くようになりました。しかし、組織単位での研修ですと、研修をやるかどうかを決める権限のある方が予算や時間の関係で今回は研修は実施しないと決めてしまいますと、なかなか個人で受講できる機会がなかったり、また周囲に研修講師がいない、つてがない、そのような場合に、実施したいけれども研修を実施できないという声もよく聞きます。なので、まずは、基礎知識を身につけたいと思われている個人や団体の皆様にこの動画をご活用いただければと思います。例えば、演劇公演の稽古初日に、稽古場で皆さんで見る、あるいは映像作品の撮影スケジュールやアートプロジェクト、芸術祭等の制作スケジュールがバラバラで、みんなで受講する機会をなかなか作るのが難しい。そういうことであれば、この動画を見てから現場に入ってくださいとして、事前に共有いただいたり、そのような形で皆様にご活用いただければ大変嬉しく思います。この動画は日本語と英語字幕がついております。YouTube の字幕設定から選択してください。それでは早速第1部を始めてまいります。字幕をご使用の場合は YouTube の字幕設定から選択してください。皆さんこんにちは。舞台芸術制作者上級ハラスメント対策アドバイザーの植松優子と申します。私は実は大学は舞踊家で、大学までは舞台に立つ側だったのですが、卒業後は舞台芸術のマネジメントの道に進んでおります。そして舞台芸術の制作者としてこの業界で15年くらいいろいろな稽古場に入らせていただいてきたのですが、やはり初めましての人と一緒に作品作りをするという時には、コミュニケーションの問題というのはかなりの頻度で起きます。その起きているコミュニケーションの問題がいわゆるハラスメントと呼ばれるようなことなのか、あるいはそうではないのか。で、そうなる前に何をしておけばそういった問題が防げたのか。そういったことが、自分の中でもずっと課題でして、それでちゃんとハラスメントのことを勉強したいなと思いまして、2022年にこういったハラスメント関連の資格を取り、いろいろな現場での研修をさせていただいております。で、そもそもなぜ芸術文化の創造現場でこういったハラスメント防止研修を行うのかということですけれども、それは残念ながらハラスメント関連の問題というのが未だになくならず、SNS でもメディアでも取り上げられているという現状がございます。で、観客の皆さんも自分が感動した作品の裏で誰かの人権が侵害されていた、そういった作品は見たくないというそういうお声も聞きます。そういった今の時代背景がまずはございます。でも、そうでなくても、初めましての人と一緒に何か共同作業するという時には、例えばスポーツに例えてみると分かりやすいんですが、
ルールが明確になっていれば、初めましての人とでも、あるいは言葉が通じない海外の人とでも、一緒のチームになって怪我なくプレイすることができると思います。それは、事前にスポーツのルールが明確になった状態でチームになるからなんですよね。しかし、想像の現場は全くそうではないです。同じ現場の中に多様な年齢や経験や価値観の方たちがいらっしゃって、どういう教育を受けてきたのか、どういう指導を受けてきたのかによって、お一人お一人当たり前だと思っていることが違う状況がございます。その状況でコミュニケーションのルールの確認なしに想像を始めるというのは、準備体操なしでルールの確認もせずに、いきなり試合が始まるということと似ています。なので、ハラスメント防止研修と言いますけれども、重要なのはコミュニケーションのルールの確認ですね。ルールを皆さんで確認しておけば、調整もしやすくなりますし、何かあった時に、いや、ちょっとそれはと言いやすくなりますし、で、また、ちょっとそれはと誰かに言われた時にですね、受け止めやすくなる。そのためのコミュニケーションの準備運動が、こういったハラスメント防止研修だと思っていただけるといいかなと思います。で、特にですね、芸術文化領域での研修で大事なことですけれども、今どの現場もそうですが、過去にこういった研修を受けたことがありますという方もいれば、初めて受けますという方もいます。なので、そもそもハラスメントって何なのか、持っている基礎知識が違う状況なんですね。その人たち同士でコミュニケーションをこれから円滑に取るためにも、まずはメンバー皆さんで前提を共有するということが重要です。それからですね、研修イコール抑圧にならないようにというふうに書いていますけれども、あくまでもハラスメント防止、ハラスメントのない創造環境というのは、クリエーションの環境整備のもう前提、もう大前提でありまして、そういう状況になることで、私たちが目指していくのは、誰かに怯えたり、あるいは自分の能力を発揮できない、そういった環境にならないことで、クオリティの高い作品ができるということ、そういう環境で個人が成長するということだと思います。なので逆にですね、ハラスメントに対しての正しい知識を身につけないまま、ハラスメントを怖がってですね、本来必要なディスカッションや挑戦までできなくなるということのないように、しっかりですね、基礎知識をつけて、コミュニケーションを取れるように、そのための準備体操をしていければと思います。じゃあそもそもハラスメントとは何なのかですけれども、実は今日本の国の法律の中では、ハラスメントって何なのかという定義はまだないんですね。その代わり、パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなど、各課題に対するハラスメントの定義は、きちんと法律の中で明文化されているんですけれども、その大前提となるハラスメントとはという定義は、まだ明文化されていません。なので、もしかすると、文脈や講師の先生ごとにですね、説明の仕方が違ってくるかもしれないんですけれども、一般的な考え方としては、こういう考え方になります。ハラスメントとは、相手に不快感を与える嫌がらせやいじめ全般のことです。で、とりわけ、その方の属性、それはその方の性別や年齢、職業、宗教、社会的出自、人種、民族、国籍、身体的特徴、セクシャリティなどですね。その方が変えたいと思っても、そんなに簡単に変えられるわけではない。その方のアイデンティティと深く結びついているもの、そういったものを属性というふうに言いますけれども、そういった属性やその方の人格や性格に関する言動などによって、その方に不快感や不利益を与えて尊厳を傷つけることです。で、重要なのはですね、行為者の意図に関係なく相手を不快にさせたり、傷つけられたと感じさせる発言や行動は、ハラスメントに該当してきますよということで、言った側、やった側の方がですね、これ良かれと思って言ったんです。これ私の愛情表現なんです。
どういうつもりであったとしてもですね、結果としてそれを言われた側、やられた側の方が傷ついた場合には、それはハラスメントに該当してくる可能性がありますよということなんですね。でも、それを説明すると、じゃあ自分にはそういうつもりが全然なかったのに、何気なく言った一言で傷つきました。ハラスメントですって言われてしまう可能性があるのであれば、もう怖くて何も言えなくなります。じゃあ、ハラスメントをなくしていくって、コミュニケーションを薄くしていくってことですか？じゃあ、究極的な話、もう事務連絡以外、一切、コミュニケーションしなければ、ハラスメントが起きない。そういうふうにしますか？というふうにですね、考えられる方いらっしゃるんですよね。で、今ここですね、もう日本全国皆さん悩まれていると思います。で、特にですね、もう誰かを教育したり、指導したり、そういう役割を負ってらっしゃる方、皆さん悩まれてますね。もうハラスメントになるかどうかの基準が相手にあるって言われてしまうのであれば、もうどこまで教育指導として OK なのか、その線引きが難しいと。で、後輩に対してですね、ちょっとこれ違うなと思って指示したいんだけど、これで傷ついたらどうしよう。じゃあちょっと言うのやめようかなとか、アドバイスしたいんだけれども、これきつく取られたら嫌だからやめとこうっていうふうにですね、やっぱり今コミュニケーションが後ろにですね、低きに、流れがち。それはハラスメントを恐れるあまりにですね、こういった状況が起こっている現場もあるのかなというふうに思います。でもこれもですね、基本的な考え方がありますので、不必要に恐れる必要はないんですね。まずですね、複数の人たちで何か共同作業をするという時には、必ず業務上必要な指示や指導というのはあります。その役割を負ってらっしゃる方が何の指示もしない、何の指導もしないというのは、やはり安全にですね、物事を共同作業する上ではですね、支障が出てきます。なので、その役割を背負ってらっしゃる方は、もう指示や指導しなくてはいけないんですよね。で、例えばこういうケースどう考えるかですけれども、大事な会議に連絡なく遅刻してきた場合に、連絡ぐらいしろと怒鳴ったとかですね、仕込みの最中に集中して作業していない人がいて、安全性の危険性もあるという場合に、危ないだろう、ちゃんとやれと怒鳴ったとかですね、教育現場、あるいはワークショップの現場などで、生徒がずっとざわざわしていて、このままでは進行に差し障りがあるという時に、もううるさい、静かにしろと怒鳴ったという時ですね。で、そこで参加していた方がですね、大声で怒鳴られてびっくりしました。これハラスメントなんじゃないですかというふうに言ってきたときに、このケースどう考えるかなんですけれども、実はですね、このケースのみの場合であればですね、これは業務上必要な指示や指導の範囲ということで、ハラスメントではないとみなされることの方が多いんですね。でもちろん、優しく伝えられたらそれに越したことはないわけですけれども、でも言っている側も人間なので、何回も注意しているのに、また遅刻してきたとか、本当に危なくて、場所が遠くてですね、大声出さないと伝わらないという時に、感情が高まって言葉が強くなるということはあります。で、この時のみの場合であれば、業務上必要な指示や指導という範囲に収まるんですけれども、ただですね、一つ目の大事な会議に連絡なく遅刻してきて、連絡ぐらいしろと怒鳴った。で、これでやめておけばよかったんですけれども、その後にですね、お前どうせ昨日遅くまで遊んでたんだろう。だからお前とは仕事したくないんだよ。みんなお前のこと使えないって言ってるよ。とかですね。その後もネチですね。このことを蒸し返して、日常的に暴言や威圧的な態度を繰り返すみたいなことをした場合、これはやっぱりですね、一線を越えてパワハラ行為に該当してくる可能性が非常に高まってきます。このどっからその一線を越えてしまったのかという考え方ですけれども、私たちのですね、通常の人と人とのコミュニケーションっていうのは、全然ハラスメントとは全く関係のない問題にならない行動っていうのが大部分ですね。一方ですね、今の時代、誰がどう考えても、それ絶対にダメですよねという絶対に NG な行動というのがあります。
例えば人を殴るとか蹴るとか、大勢の前でその人の人格を否定して激しく罵倒するとかですね。何の必要性もないのに、その方の体のプライベートゾーンに許可なく触るとかですね。そういうことをした場合、今の時代、誰がどう考えても、稽古場で例えば誰かが殴られていたら、いや、ちょっと、何やってるんですかと、すぐに周りが止めに入る、わかりやすく絶対に NG な行動ですよね。で、創造の現場でハラスメントをなくしていくという時には、その間にあるグレーゾーンと呼ばれるところが非常に重要になってきます。このグレーゾーンですね、どういうものがあるかというと、例えば皆さんが創造現場で誰かに何かを言われてですね、その時は自分も作業中だったし、一旦流したんだけれども、帰り道にですね、あれってあんな言い方する必要あったのかな？さすがにちょっと言い過ぎなんじゃない？他の言い方があったと思うけれども、あれは悪意があるんじゃないかなみたいな風にですね、帰りに思い出して、もやもやするようなこととか、あるいは誰かと誰かのコミュニケーションを皆さんが第三者として見ていてですね、この人たち同士のコミュニケーション、これ大丈夫なのかな？自分がこんな言い方されたり、こんなやり方されたら絶対に嫌だし、傷つくけど、この人たち同士はいつもこれなんだったらいいのかな？いや、でもさすがに普通のコミュニケーションじゃないと思うけど、これどうしたらいいんだろうって思うような、そういうもやもやっとするものが、全部このグレーゾーンに当てはまると思っていただければと思います。このグレーゾーンのですね、なるべく早い段階で、いや、ちょっとその言い方は、いや、ちょっとそのやり方はっていうふうに、指摘して、この問題にならない行動に戻していくということが非常に重要なんですね。で、やってる側の方もですね、そうやって誰かが介入しないと気づいていないんですね。あ、この言い方で受け入れてくれてるんですね。大丈夫なんですね。このやり方効果的なんですねっていうふうにやってる側はやっぱり気づいてない方多いんですね。それで最初は薄いグレーだったものがだんだんエスカレートして気づいたらこの絶対に NG な行動のところに至っているというのが非常に多いケースです。で、このグレーゾーンですね。とはいえ分かりづらいのでもっと分かりやすく絶対に言ってはいけない言葉とか絶対にやってはいけない行動を書き出して皆さんに配ればもっとわかりやすくないですかというご意見あったりするんですけれども、それはですね、いじめやDV の問題と一緒で、そうやって全部を書き出して皆さんにお配りしたときに、なるほど、じゃあここに書かれてない言葉は言っていいんですよねとか、じゃあここまではやっていいんですよねっていうふうに、それをですね、違う意味に解釈して、積極的に嫌がらせに使うっていう人が出てくるんですね。そうなってしまうと、ハラスメント予防のために作ったものが、全く違う意味に使われてしまうということで、真逆の効果を生じさせてしまうということで、こういうハラスメントの問題っていうのは、グレーゾーンがあって、グレーゾーンでお互い指摘し合ってですね、問題にならない行動に戻していくというのが非常に重要なんだということでご理解いただければと思います。はい。では、ここから各種ハラスメントの解説をしていきます。まず一つ目ですね、パワーハラスメントとはですけれども、パワーハラスメントの定義は、優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されることというふうに定義されています。で、初めて研修を受ける方だと、よくパワーハラスメントのパワーというのが、暴力という意味のパワーだと思ってらっしゃる方いるんですけれども、これはパワーバランスなんですよね。私たちは社会生活を送る上では、そのコミュニティあるいは人との関係性の間で自然とパワーバランスというものが発生します。それは役割であったり、年齢や職務経験、専門知識の多い少ない、あるいは今は同じ立場なんだけれども、昔大学時代に先輩後輩という関係性があったとか、そういう過去の経歴がですね、今もパワーバランスにつながっている可能性はあります。
そういう様々なですね、要因で、パワーバランスというのは生まれるわけですけれども、そのパワーバランスを背景として、立場の強い人から立場の弱い人に対して嫌がらせをすると。これがパワーハラスメントと呼ばれるものになります。厚生労働省がパワハラ6類型というのを出しておりまして、それがこの6つなんですね。一つ一つ見ていきます。まず1つ目、身体的な攻撃。暴行、傷害ですね。暴行、傷害はそれぞれ暴行罪、傷害罪という犯罪名なので、それはやっちゃいけないというのは分かりやすいんですけれども、一つ知識のアップデートが必要なのは、相手の身体に触れていなくても、暴行罪というのは成立し得るということなんですね。それはどういうことかというと、相手の身体にめがけて、物理的な力を使って、相手の精神にダメージを与える行為というふうに言われるんですけれども、もっとわかりやすく言えば、相手に向かっていきなり物を投げつけるとか、唾を吐きかけるとか、水をかけるとか、耳元に向かって拡声器で大声で叫ぶとかですね。そういう状況ですね。で、いきなりですね、物を投げつけられると、殴られたり蹴られたのと同じぐらいですね、やっぱり精神的にダメージを受けますよね。で、それはもう典型的な身体的な攻撃と呼ばれるものになります。それから2つ目、精神的な攻撃、脅迫、名誉毀損、侮辱、ひどい暴言ですね。で、3つ目、人間関係からの切り離し、隔離、仲間外し、無視です。これは、例えば、業務連絡が流れてくる LINE のグループとか、メーリングリストとかがあって、そこから故意に誰かだけを外して、その人にだけ連絡がいかないようにする。そういう嫌がらせがですね、典型的な人間関係からの切り離しと呼ばれるものになります。それから4番目、過大な要求ですね。業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害です。で、これですね、今立場の強い方が、年下の方、あるいは、経験の少ない方にですね、これやらせたい、これやってみてほしいんだけれども、ハラスメントって言われるんじゃないかなと思って、依頼することを躊躇するという話を聞いたりもします。多分この過大な要求になるんじゃないかということを心配されているんだと思うんですけれども、でも考え方として重要なのはですね、やっぱりその方がプロフェッショナルとして成長していく段階では、今までやってきたことがないことに挑戦するとか、今までやってきたことよりも難しいことをやってみるというのは、成長段階で必ず必要なんですよね。なので、依頼する前からですね、依頼する側が一人でこれ難しすぎるんじゃないかというふうに思い悩むよりは、ちゃんと対話をできる状況で、依頼してみるということが重要かなと思います。で、そうやって依頼してみた後にですね、やっぱりすみません、できません、難しすぎます、間に合いませんということあると思うんですよね。で、その時にですね、できないとこは許さないよ、できるまでやるんだよ、お前の根性が足りないんだよとか、徹夜してでもやれみたいな風にですね、そこで根性論に持ち込んで、できないということを許さないみたいな風になってくると、これやはりですね、パワーハラスメントと呼ばれるものになってきますよということですね。そして5番目、過小な要求です。さっきの逆ですね。業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや、仕事を与えないことですね。これは、例えばその人は時間通りに来ていて、それを業務を遂行する能力もあるにもかかわらず、お前にやらせる仕事はないよ、みたいな風に、仕事させてもらえないとか、そういう状況っていうのが、もうこの過小な要求というものに該当してくるものですね。それから6番目、この侵害、プライベートなことに過度に立ち入ることです。で、さっき業務上必要な指示や指導はありますよというふうに言いましたけれども、業務上必要な指示、命令、適正な範囲の注意、叱責、教育指導、及び正当な評価とそれに基づく処遇はパワハラに該当しないというふうに言われています。ただ、じゃあその注意、その叱責が適正な範囲かどうかって誰がどうやって判断するんですかということなんですけれども、それはこの5つのポイントで見ていくんですね。まず1つ目、
それ業務上必要かどうかです。それを伝えるのに殴る必要ありましたか？物を投げつける必要ありましたか？ないということであれば、それやはりやり方として不適当ということになりますね。それから言動の内容、人格否定をしていないか、あるいは一度伝えればわかるのに、ネチネチですね、限度を超えて繰り返しやってないかということ。それから、言動の対応ということで、大声で怒鳴るとか、威圧的にやってないかということ。あるいは本人にきちんと伝えればいいのに、本人には伝えずですね、裏であいつまたこんな失敗して本当にどうしようもねえよな、みたいな感じで、裏でネチネチ陰湿にですね、誹謗中傷していないかということ。それから発言の場ということで、みんながいる場所で起こった出来事で、その場で、注意するということはあるわけですけれども、もっと少人数で起きた出来事で、その現場では何も言わなかったのに、わざわざみんなが集まった場所で初めてですね、その人に対して、注意をしたり、叱責をしたり、あるいはその人の失敗についてですね、よりその人がダメージを受ける、恥ずかしめを受ける場所を選んでいるということになれば、それやっぱり発言の場に配慮がないですよね、ということになってきます。で、最後に職場環境、創造環境そのものですね。普段から物を言いにくい環境かということで、普段から風通しよくコミュニケーションが取れる、そういう現場であれば、さっきのグレーゾーンのところでですね、いや、ちょっとその言い方、いや、ちょっとそのやり方っていうふうに、なるべく早い段階で指摘して、戻していくということができるわけですけれども、誰も注意してはいけない。間違いを指摘してはいけない。誰も声を上げてはいけない。そういう圧力がかかってしまっている現場になると、やっぱりもう一線を越えているのに、誰も指摘できない、注意できないということで放置されて、それでもうとっくにグレーゾーンを越えて、もうこれハラスメントですよねというところにまで至っているということはあります。なので、それが本当に業務上必要な指示や指導なのか、それとも一線を越えてしまったのかというのはですね、この5つのポイントで見ていくということなんですね。それから、その次、セクシャルハラスメントについて説明します。セクハラの定義は、職場においてその人の意に反する性的な言動が行われることです。で、セクハラはですね、同性に対するものも当然含まれます。被害を受ける方の性的指向や性自認に関わらずですね、その性的な言動によって傷ついたり、あるいはそこにいるということが辛いということであれば、それセクハラに該当してくる可能性がありますよということなんですね。じゃあその性的な言動ってどういうものがあるかというと、まず一つ目、性的な関心や欲求に基づくもの。それから、性別により役割を分担すべきという意識に基づく言動。それから、性的指向や性自認に関する偏見に基づく言動ですね。で、性的な内容の発言としては、例えば、性的な事実関係を尋ねるとか、性的な内容の情報や噂を勝手に流す、性的な冗談やからかい、食事やデートへの必要な誘い、あるいは個人的な性的体験談を話すとかですね。で、性的な行動の例としては、性的な関係を強要するとか、必要なく身体へ接触するとか、わいせつ動画を配布掲示するとかですね。そういうことです。で、性別役割分担意識に基づく言動というのはですね、どういうものかというと、お前男のくせに根性がないなとか、いや女には仕事任せられないんだよみたいなですね、そういう偏見から出てくる言動ですね。で、そういう性的な言動が行われていて、された側の方がですね、ちょっと嫌ですよ、やめてくださいよというふうに、拒否抵抗したと。で、拒否抵抗したことに対してですね、気に入らないということで、その人に、報復措置のようにですね、解雇とか降格とか、ギャラを減らすとか、そういった形でですね、拒否抵抗したことに対して、嫌がらせを行うということになると、これは対価型セクハラと呼ばれるものになります。やっぱり創造現場の場合は、キャスティングとかオーディションとか、あるいはコンクールの審査などですね、そういう権力を持っている方が、
立場の弱い方に対してですね、こういったハラスメントを行ってきたというのが事実としてあります。そしてもう一つの環境型セクハラと呼ばれるものは、そうやって想像の現場で、性的な、冗談を言われる、体を触られるということで、辛い、生きたくない、そこにいることが辛いということになってくるとですね、それはもうその環境そのものがその方にとっては苦痛ということで、環境型セクハラと呼ばれるものになります。なので、セクハラも2つ種類があるんだということですね。それから3つ目、モラルハラスメント説明します。で、モラルハラスメントとは何かというと、これは精神的ないじめ、嫌がらせなんですけれども、パワハラとの違いは何かというと、パワハラがその立場が強い人から弱い人に対して行われるものというふうに説明しましたが、モラハラは立場の強い弱いは関係ないということですね。よくですね、モラハラという言葉を見るのは、SNS とかで、モラハラ夫とか、モラハラ妻とかいう言葉をよく見たりするんですけれども、夫婦って本来対等なはずなんだけれども、一方から一方に対して日常的に精神的な嫌がらせとかいじめみたいなことが行われている場合、それしている側のことをモラハラ夫とかモラハラ妻っていうふうに言ったりしますけれども、まさに夫婦と同じようにですね、恋人同士とか親子、友人同士、同じ立場であるはずの同僚同士、キャストさん同士、スタッフさん同士、そういった間柄で発生する、精神的ないじめ、嫌がらせのことがモラハラというふうに言われます。で、諸外国ではですね、これは懲役及び罰金刑の対象になっていたりしますけれども、日本はまだそこまではですね、法整備されていないんですね。ですけれども、こういったものはモラハラに該当してくるということになります。それから、逆パワハラという言葉を聞いたことがあるかもしれません。立場が強い方と弱い方がいて、立場が弱い方の方がですね、日常的に立場の強いはずの人に対して精神的ないじめとか嫌がらせのようなことをしていて、で上司の方が参ってしまうとか、先生の方が参ってしまう。本来権力を持っている側の方が参ってしまうっていうケースあるんですよね。で、そういうケースで、これ逆パワハラじゃないみたいな風に使われたりするわけですけれども、パワハラはあくまでも立場が強い人から弱い人に対してというのが定義になりますので、その遡っているように見えるものというのは、正確にはこのモラハラに該当してくるということなんですね。で、最後にソジハラについても説明をしておきます。で、ソジというのは何かというと、セクシャルオリエンテーション、性的指向ですね。どのような性の人を好きになるか。それから、ジェンダーアイデンティティ、性自認。自分の性別をどのように捉えているか。これの頭文字を取って、ソジというふうに言うんですけれども、この表現はですね、特定の性的指向や性自認の方のみを対象とする表現ではなくて、マイノリティ、マジョリティ、両方ですね、すべての人に対して、包括する概念ですね、として相似というふうに言います。で、その誰かの性的指向や性自認に関するハラスメントのことをソジハラというふうに言います。で、ソジハラを考える上で一番重要なのはですね、このアウティングと呼ばれる行為です。これは本人の同意なしにその方のセクシャリティに関することを勝手に周囲に暴露する行為ですけれども、これはですね、そのパワハラ防止法の中で、このアウティングと呼ばれる行為もパワーハラスメントになるというふうに明文化されています。それから相手の性的指向や性自認に関する侮辱的な言動ですね。これもパワハラになるというふうにされていますので、このあたりの正しい知識を身につけるということもハラスメント防止のためには非常に重要になってきます。このあたりのですね、各種ハラスメントの定義などもっとよく知りたいということでしたら、昨年のこちらの知っておきたい芸術文化の担い手のためのハラスメント防止講座2023基礎知識1ホーム編。こちらがですね、YouTube で無料で見れるようになっておりますので、ぜひご活用ください。すべてのハラスメントに対してですね、重要なことはこの5点です。まず1つ目、
言動に対する受け止め方には個人間、立場などにより差があり、ハラスメントに当たるか否かについては、まずは受け手の判断が重要ですということ。それから、親しさや好意を表すつもりの言動であったとしても、本人の意図とは関係なく、相手を不快にさせてしまう場合がありますということ。それから、不快に感じるか否かには個人差がありますので、この程度のことは相手も許容するだろうという勝手な憶測をしないこと。相手との良好な人間関係ができていると勝手な思い込みをしないこと。そして、相手が拒否をしている、または嫌がっていることが分かった場合には、同じ言動を決して繰り返さないこと。そして最後に、相手からの意思表示がない限りは、差別やハラスメントには当たらないわけではないということですね。で、この意思表示という部分ですけれども、やはりですね、日本社会全体が、家父長制の空気の強い、そういう文化を持っていますので、やはり年上の人に何か言われた時にですね、立場の弱い方が、嫌です、それやめてくださいよ、みたいなことを、はっきり言うというのは、なかなかしづらいんですよね。そういう社会の中で立場の弱い方がどういう意思表示をするかというと、その言い方、私は大丈夫なんですけれども、もしかするとそれで傷つく人がいるかもしれないですよ。本当に私は大丈夫なんですけど、みたいな言い方とか、あるいは、それもしかしたら今の若い子にはセクハラって言われちゃうかもしれないですね。若い子には注意した方がいいですよ、みたいな、そういう言い方ですね。こういう言い方で、私はそれ嫌ですということを意思表示しているというケースあるんですよね。でもこれがですね、立場の強い方は、ノーの表現だと思わずに、私は大丈夫って言ってるから、これ受け入れてくれてるんだなと思って、繰り返してしまうというケースあるんですよね。でも、立場の弱い方はですね、はっきり言えないから、そうやって遠回し、婉曲に表現してるんですよね。なんだけれども、立場の強い方は、大丈夫なんだと思って何度も繰り返す。っていう、こういう見えてる世界が全然違うということあるんですよね。なので、自分が立場が上だという、認識がある方はですね、この意思表示、立場が弱い方のやんわりとした意思表示も、これノーなんだということで、認識するということが重要ですね。そもそも差別的な発言とかハラスメント的な言動って言ってはいけないことなので、相手のその受け流しの技術に甘えないということが重要ですね。それからもう一つですね、やっぱりその立場の上の方がですね、立場の弱い方と会話するときに、文頭にですね、こんなこと言ったらハラスメントって言われちゃうかもしれないけどさ、みたいなことを言いながらですね、話すっていうケースあるんですよね。で、そうやってですね、権力を持つ方がですね、自分の行動や発言が、ちょっと危ないかもしれないって思っているにもかかわらず、それを言いながら続けるっていうことはですね、やっぱりハラスメントに対しての意識のぬるさだというふうに、弱い立場の人からすると受け止められると思います。で、その言動はですね、自分の言動がもしかしたらあなたにとって不快かもしれませんがという可能性を認識しながらも、でもその責任自分は負わないよっていうことの表現のようにも聞こえるんですよね。なので、やっぱり立場の強い方はですね、これってハラスメントって言われちゃうかもしれないけどっていうのを文頭につけるというのはやめましょうと。で、そうやって、心配なのであればですね、どういうふうに言えばいいか、やればいいかというのを、まず自分の中で研究してですね、そうならないやり方をやっぱり模索するということが重要かなというふうに思います。で、ハラスメントっていうのはですね、リスペクトを欠いた言動が繰り返し必要に行われているかどうかというのが、やはり一つ大きな基準になってきます。で、人だから間違えます。で、相手との関係性ができていると思ってですね、自分が何気なく言った一言で、相手の顔色が変わったのを見て、これ言っちゃいけなかったんだっていうことに、言葉にしてから気づくっていうこともどうしてもあるんですよね。
でもその時はですね、人は間違える。間違えたらもう速やかに謝って二度と繰り返さないということが重要なんですよね。で、相手が嫌がっていることが分かっているのに、いいじゃん、いいじゃん、これ私の愛情表現なんだからって言いながら、何回も繰り返すと、さすがにそれは一線越えてハラスメントっていうものになってくる可能性が高いです。で、逆にですね、自分は絶対に間違えないぞっていうふうに強く強く思いすぎると、誰かにちょっとその言い方きついんですけど、ちょっとそのやり方気になるんですけどっていうふうに言われた時にですね、これを認めたら自分がハラスメントをしてしまったことになるから、認めてはいけないっていう世界観になる方いるんですよね。で、そうなってしまうと、この言い方がきついの？みんなに同じ言い方してきたけど、これがきついなんて言ってる人、あなたが初めてだよ。あなたの考え方がおかしいんじゃないの？もしかして私がハラスメントしたと思ってる？うわ、傷ついた。これハラスメントなんじゃないの？みたいな風にですね、もう自分がハラスメントをしたことに絶対にしたくないので、あなたの考え方の方がおかしいですよっていう風に、さらに相手を傷つけ返すという方いるんですね。もうこうなってしまうとですね、もうお互い苦しいです。なので、人は間違えます。で、無意識のこともありますし、自分がそういう意図はなかったのに、相手にそう受け止められてしまって、そういうつもりじゃなかったんですっていうことも、どうしてもあるんですよね。でもその時はですね、速やかに謝って、じゃあどうしたらよかったのかっていうことを考えてですね、もう二度と繰り返さないように、アップデートしていく。その、すり合わせっていうのが、人間としての、成熟っていうことだと思います。なので、この人は間違えるということをですね、考え方として一つ重要かなというふうに思います。で、未だにですね、その芸術文化創造活動でハラスメントが、なくなってこなかった理由というのは、やっぱりこういう考え方が強かったんですよね。作品ありきで人がいるという考え方です。つまり、作品の創造過程でですね、誰かが泣いていたり傷ついていたりしたとしても、いや、それね、作品のためには必要だよとか、役者なんだからこのくらい当然だよとか、あなたが言ってることわかるけど、こういう場面ではね、ハラスメントとか言ってる場合じゃないの。みんな極限で耐えてるんだから、そんなこと言ってんのあなただけだよみたいな風にですね、言われてきたんですよね。そうやって言われてしまうと、その傷ついている側の方がですね、もう期間限定の関係性だから、あと1ヶ月耐えれば、あと2ヶ月耐えれば、もう二度とこの人たちとは一生仕事をしないっていうことで、傷ついている側の方がですね、とにかく耐えよう、心を無にしようということで、その人が耐えてきた。で、そして人を傷つけるその構造ですね。そちら側は変わらずに済んできたというのが、やっぱりこの、芸術文化創造活動で未だにハラスメントがなくならない大きな理由だと思います。でもそうじゃなくて、まず人がいて作品を作っているんですよね。どんな素晴らしい作品でも、人一人で作品ができているわけではないんですよね。関わるたくさんの人たちの才能やスキルの結晶としてその作品があるということで、差別やハラスメントっていうのは思いやりとか優しさの問題ではなく、これはもう人権の問題です。だからこそ、どんな場面においても作品のためにですね、個人の尊厳が蹂躙されるということは許されないんだということですね。じゃあここからですね、ハラスメントを防ぐためにどうしていくかという話です。今ですね、創造の現場でハラスメントが起きないためのキーワードとしてですね、安心安全な創造環境っていう風な言葉よく使うんですけれども、でもそもそもどういう創造環境になっていると皆さん安心安全だなっていう風に思うんでしょうか。これですね、やっぱお一人お一人違うんですよね。で、よくですね、キーワードとして聞くのは、この心理的安全性という言葉です。で、この心理的安全性という言葉、実は今世界的なブームなんですけれども、少しですね、この言葉だけが一人歩きしてしまっている現場っていうのもあったりするので、この言葉について少し掘り下げていきたいと思います。まずですね、この心理的安全性という言葉、
誰が流行らせたのかというと、それは Google なんですよね。Google がですね、高い成果を生むチームとそうでもないチームってなんでこういう違いが出てくるんだろうかということを、徹底的に調べるというプロジェクトから始まるんですね。世界中からですね、180チームをランダムにピックアップして、そして高い成果を生むチームとそうではないチーム、違いを徹底的に調べました。例えば、リーダーのカリスマ性が違うんじゃないかとか、学歴とか趣味の共通点が重要なんじゃないかとか、内向性、外向性とか、性格が近い人たちをですね、一緒に組ませるといいんじゃないかとか、メンバー同士のプライベートの仲の良さとか、頻繁に食事をしているかとか、特定の報酬でやっぱりモチベーションが高まって高い成果につながるんじゃないか。あるいは、生活リズムとか、思想パターンとか、会社外の人間関係、雑談の量、男女比などなどですね、もうありとあらゆる指標で徹底的に調べたんですね。で、その結果何が分かったかというと、実は成功はメンバーではなく場の状態で決まるということでした。つまり誰がチームのメンバーかではなく、チームがどのように協力をしているかの方が、はるかに重要だったということで、これで Google がですね、心理的安全性こそがチームのパフォーマンスを高める要素でしたというふうに結論付けて、これでなるほどと、スポーツも教育もビジネスも、ありとあらゆるですね、そういうチームで成果を上げていくような、そういうところで、じゃあ心理的安全性を導入していこうということで、一気に研究が広がっていったというのが、実は背景としてあります。で、他の業界がですね、じゃあもっといいパフォーマンスのために心理的安全性を導入していこうというふうになったのに比べて、芸術文化領域というのはですね、ハラスメント防止のためにということで、ハラスメント防止と心理的安全性という言葉がですね、くっついて、導入されるというケースが多くて、なので、この心理的安全性という言葉が、誤解されがちなんですよね。つまり、心理的安全性のある、創造環境っていうのがですね、挑戦すると失敗して傷つくかもしれないから、いいよいいよ、無理しなくていいよ、もうできることをできる範囲でやってくれたら、もうそれでいいからね、とか、もう言いたいことを言い合うと傷つき合うから、とにかく波風立てずに、みんなが表面上の穏やかさっていうものを優先してですね、でみんなの意見を聞かせてくださいという場面で延々にディスカッションしていて、決める立場の人が決めない。あるいは違う意見が出てきた時にもうフリーズしてしまって、どうしたらいいんだろうということで硬直してしまう。そういう現場あったりするんですよね。でそれは表面的には穏やかかもしれないですけれども、誰も間違いを指摘しない。本音で話さない。こうしたらどうかなっていうこと、アイデアを出し合えないということであれば、それはですね、やっぱりただの慣れ合い、仲良しクラブになってしまっている可能性がありますよということなんですよね。ここが心理的安全性の誤解の落とし穴というところです。心理的安全性の高いチームは高い成果をおのずと生み出すというふうに言われています。おのずとなんですね。なので、心理的安全性が高いつもりだけれども、成果も出ていないということであれば、それただぬるいチームになってしまっている可能性がありますよということで、ここしっかり認識しておきましょうねということなんです。で、心理的安全性は魔法でも万能薬でもないですけれども、複雑な共同が必要なとき、チームで成果を上げようとするとき、すべての土台となるというふうに言われています。だからこそ、素晴らしい作品を作りたいなら、人に優しく、結果に優しく、ではなく、これはそのぬるい創造現場ですね。人に優しく、結果にこだわる。そのために伝えるべきことは伝えていかなきゃいけないんですよね。で、伝えるべきことが伝えられる。その言いづらい、でも言わなきゃいけないことを本当に言えているということはですね、
やっぱりその自分の意見や気持ちをここで表現しても誰かに拒絶されたりとか罰したりそういうことされないと思っているから伝えるべきことを伝えられるということになっているわけなんですよね。なので言いづらい、でも言わなきゃいけないことを、きちんと相手をリスペクトしながら伝え合える、そういう環境がここにあるということであれば、それは真に心理的安全性がある、そういう創造環境だと思います。それからですね、多様な価値観を尊重するというふうに今言うわけですけれども、それをその場にいる全員を好きにならなくちゃいけないっていうふうに思ってらっしゃる方いるんですけれども、それは無理ですね。なぜなら自分とは全く違う価値観の方たちも当然そこにいるので、その全く違う価値観の方たちも全員を好きになるというのはなかなか難しいことです。だけれども、もはや好きかどうかというのは関係ないんですよね。私たちは何のためにそこに集まっているのかということです。大切なチームの一員として尊重し合うことができれば、それでよしなんですよね。この方のこの表現素晴らしいなって思う。本当にチームのメンバーとしていてくれてよかったなって思う。だけれども、休みの日にこの人と一緒に遊びに行けるかというと、ちょっと休みの日まで一緒にいるっていうのは合わないかなっていうことは、当然両立し得る考えなんですよね。あるいは、創造の現場でスタッフさんとしての、この方のこの仕事、本当にありがたいな、すごいなって思う。でも、現場が終わった後に一緒に飲みに行こうって言われたら、ちょっと現場が終わってまでは一緒にいるのは難しいかなっていうのは、両立し得るわけですよね。で、それでよしなんです。で、それをですね、好きとか嫌いとか、生理的に受け付けるとか受け付けないとか、相性がいいとか悪いとか、そういうことを一緒にしてしまうとですね、ちょっとこの人生理的に無理だから、挨拶無視しようとか、冷たく当たろうとか、そういうことになってしまうんですね。で、それはもう関係ないんです。私たちは素晴らしい作品作りのための大切なチームの一員としてここにいるわけなんですよね。なので、その人の存在っていうのは必ず必要だからこそここにいるわけです。なので、存在を否定しないということが重要ですね。なので、私たちが目指したいのは、単純にハラスメントのない創造現場ではなく、一人一人が挑戦し、全員が共に作る、競争し、関わる全員で素晴らしい作品を創造するということ。その結果としてではですね、一人ではたどり着けないところに到達するということだと思います。そのためにどうしていくかというと、まず大前提としてはもうこれにつきますね。他者の尊重です。他者を人間として尊重するということですね。で、それはどういうことかというと、人をそれとして扱わないということです。で、人をそれとして扱うっていうのは、おい、お前、おい、みたいな、そういう物扱いっていうことももちろんそうですし、あの人使えないよね、みたいな、そういう言葉遣いもそうです。本来、使える、使えないっていう言葉遣いっていうのは、道具とか機械に対して使う言葉なんですよね。で、それを人間に対して使ってしまっているっていうことは、自分は人間なんだけれども、相手のことを自分の思う、自分のためのですね、道具とか機械として、使っているっていうことなんですよね。で、相手が自分の要求を満たせばですね、いいね、この人使えるねっていう風になりますし、相手が自分の要求を満たさなければ、本当にあいつ使えないんだけどっていう風になります。で、相手が人間だっていうことを忘れてですね、あの人使える、使えないっていう風に、自分の要求を満たすための道具、機械として見なし始めると、私たちは相手が傷つく言葉を言えるようになるし、できるようになるんですね。なので、私たちがあの人使えないなって思った瞬間ですね、もういつでもその人を傷つけられる、その準備ができているという、そういうことになります。これとても危険な考え方なんですね。そうではなくて、私もあなたも人生を主人公できる人間です。私は人間、相手も人間、相手も心を持っていて、主人公として生きていて、独自の価値観を持つ存在なんだということですね。それからですね、階層は単なる役割の違いです。
で、複数人の人たちで、共同作業をするというときに、リーダー的な役割の方を作るとか、階層構造を作るというのは、効率的なチームの形としてあるわけですよね。そこと人としての価値を結びつけないということが重要になります。リーダー的な立場の方は、その役割を任されているのに過ぎないんですよね。それを勘違いしてですね、自分が相手よりも人間的に尊い、偉い、優れている、そういう意識が芽生えた瞬間ですね、じゃあそれ以外の人たちが、劣っている、取るに足らない、もう踏まれてもしょうがない、そういうふうな意識になってしまいますので、やっぱりハラスメントの芽も生まれがちになります。で、そういうことをですね、理解せずに自分の権力を履き違えてですね、他者に暴言を吐くという人いるんですよね。で、そういう人がですね、創造の現場にいるときに、周囲がどういう影響を受けるかというと、そういう研究結果があるんですね。これはアメリカのジョージタウン大学のクリスティン・ポラス先生の研究結果ですけれども、直接暴言を吐かれた人は処理能力が 61%、創造性が 58% 下がります。で、処理能力が 61% 下がるというのは、なんで私こんなこと言われてるんだろうということを、冷静に受け止めて、じゃあどうしたらいいのかって考える、その思考能力ですね。61% 下がるということは、39% しか残ってないので、もう半分以下ですよね。ほぼ思考停止してしまっているような状況です。で、自分に対してではないけれども、自分の所属しているグループに対して暴言を吐かれた人は、処理能力が 33%、創造性が 39% 下がります。で、他人が暴言を吐かれるのを目撃しただけの人でも、処理能力が 25%、創造性が 45% 下がるんですね。で、それをですね、ちょっと絵にしてみると、誰かがですね、創造の現場で他者に暴言を吐いたということになると、言われた本人はですね、能力その時半分以下になってしまってますし、同じ現場でそれを見てしまった皆さんがですね、やっぱり処理能力も創造性もギュッと萎縮してしまってるんですよということなんですね。で、それでもですね、今までこの他者に暴言を吐く人というのが、許されてきた、見過ごされてきたという過去があると思います。で、それはなぜかというと、それでもこの人には素晴らしい才能があるからとか、この人がいなくなるとこの現場回らなくなってしまうからということで、その人の才能とかですね、仕事の能力っていうものを天秤にかけてですね、みんなが暴言に耐えるということがあったわけですけれども、でも、さっきの研究の結論から言うとですね、人間が5人以上集まる場にはですね、この人にどんだけ素晴らしい才能や能力があったとしても、人間が5人以上集まる場にはいない方がマシっていうのが、この数字からの結論なんですよね。なので、この人に素晴らしい才能があるからということで目をつぶるのではなく、やはりもう立場の強い方、そこに介入できる方はですね、ちょっとその言い方やめてください。みんなの能力萎縮してますよ、奪われてますよということでですね、やっぱりストップかけなきゃいけないんだということなんです。この数字を胸にですね、今止めに入れる方は、ぜひその自分の権力をですね、このように使っていただければと思います。じゃあこのハラスメントをしてしまう人、加害してしまう人のことを、どのように考えればいいのかということですけれども、こういう方はですね、別に突然現れた生まれながらのモンスターみたいなわけではなくてですね、やっぱりその人が生まれて社会の中で生きていく上で、わざわざそういう加害的なコミュニケーションを学んで身につけてきた、そういう人たちなんですよね。で、その人がそうなるまでに影響を与えてきた人というのが必ずいます。それは、その方の親とか、学校の先生とか、部活動の先生とか、友人、職場の上司、先輩、同僚、そういう人たちが必ずその人の世界観に影響を与えています。で、その世界観の中で、その人が生き延びるためにはですね、サバイブするためには、そういう言い方、そういうやり方を身につけなければ、生き延びることができなかったんですね。
なので、わざわざ身につけてきたものなので、学び直すことができます。これをアンラーニングというふうに言います。で、その時は、その言い方、そのやり方、必要だったかもしれない。でも、今は時代も変わった。で、そうさせてきた人は、もうここにはいないということであれば、いつまでもそれを繰り返す必要ないんですよね。なので、培ってきた知識の中で不要なものを捨ててアップデートすべきものを新たに入れていくというこのアンラーニング&アップデートがですね、一人一人必要なんだということです。で、ハラスメントっていうふうに言うと、やっぱり年齢が上の人がするとか、権力持ってる人がするっていうふうに思われがちなんですけれども、当然、年齢が上の人でも権力持っててもしない人はしないですよね。で、逆に言うと、10代でも20代前半でももうすごいハラスメントしてしまう人ってもういるんですよね。同僚とか同級生とか、あるいは自分よりも下の人に対して。そう考えると、やっぱりハラスメントするかどうかっていうのは、もう年齢とか権力持ってる持ってないではなく、その方がどういう環境を生き延びてきたかだと思います。なので、自分が過去に経てきた環境の中にですね、やっぱり結構大変なものがあったなということであれば、その時に自分が身につけてしまった、そういう嫌な言い方とかやり方っていうものをですね、今も無意識的に繰り返していないかということを自覚的になるということが重要かなと思います。で、これだけ多様な価値観の方たちが今ここにいるという事実があって、で、文化芸術の作品っていうのは、これが正解です。これが絶対解ですというものはないわけですよね。だからこそ、自分とは違う答えや方法やアプローチが必ず存在します。で、当然、それを受け取る観客や鑑賞者の方にも多様な価値観の方たちがいるわけですよね。そう考えると、すでにその創造環境の中にある多様な価値観を認めるということがですね、最終的に多様な方々に届ける上では、強みになるんだよということですね。ここが重要な考え方かなと思います。なので、ハラスメントというのは、相手の価値観や感覚を認めずに、相手のことを自分の思う価値観、感覚で支配したい、コントロールしたいという欲求から発生しがちです。だからこそ、一方向ではなく、ちゃんと双方向でコミュニケーションを取るということが重要ですね。一方向のコミュニケーションっていうのは、これダメ、もう一回やって、ダメって言ってるじゃん。だからもう一回だよ。だから何回も言わせんなよみたいな風にですね、もうダメしか言ってなくって、それで相手をどんどん追い詰めていくみたいな、こういうコミュニケーションっていうのが、究極的な一方向ですよね。これやっぱり今の時代も危ないですね。やっぱりハラスメントって呼ばれる領域に入ってくる可能性も高いです。ちゃんと双方向でコミュニケーションを取るということが重要ですね。で、そうやって双方向でコミュニケーションを取るときのポイントなんですけれども、私たちから見えている相手の仕事、あるいは相手から見えている私たちの仕事というのは、この山の水面に浮かんでいるごく一部分だけなんですよね。で、その仕事を支えているのは、その人の技術や知識があり、それを支えているのは、その人の考え方、価値観があり、その大元にはその人のあり方、存在があります。で、この見えている仕事の部分をですね、こうしてほしいと思うときに、わざわざこの土台の部分から否定する必要ないんですよね。で、見えている仕事の部分を良くしたいのに、わざわざこの土台を否定するような言い方というのは、お前なんでこれできてないの？お前の考え方おかしいんじゃないの？とか、お前がいない方が作品良くなるんだけど出て行ってくれない？みたいな、そういう言い方ですね。で、そういう言い方されてしまうと、その人はこの山の土台の部分をブルドーザーでガーッと削られてしまったような、そういうような状況なんです。で、そこから、じゃあもう一回山作ってくださいねというふうに言われても、もう土台が崩れてしまっているので、できなくなってしまいます。で、やっぱりこの問題、課題と相手との存在を分けて考えるということが重要ですね。私たちがもっと良くしたいと思っているのは、この見えている部分であって、その人の人格とか人間性そのものではないはずなんです。
なので、この山の図をイメージしてですね、この決して土台には踏み入らないということが考え方としても重要かなというふうに思います。そうやってですね、見えてる部分に対して、コミュニケーションをしていくというときに、価値観が近い人たち同士だと、そんなに難しくはないんですよね。ただ、やっぱり価値観が全然違う人とコミュニケーションを取る、そういうことも当然あり得るわけです。で、例えばこういうケースなんですけれども、いきなりですね、創造の現場で、明日も、クリエーションがあるというときに、明日休ませてくださいというふうに言ってきた人がいると。で、なんでどうしたの？事前に言ってなかったよねというふうに聞いてみたときにですね、いや実は家で飼っている犬がいて、もう老犬なんだけれども、今日家族が獣医さんのところに連れて行ったら、もう今日明日が山だっていうふうに言われたんです。大切な家族の仲間なので、明日休んで一緒にいてあげたいんです、みたいなことをですね、その人が言ってきたというときに、価値観が近い人であればですね、そうなんだ。ペットも家族の大切な仲間だもんね。辛いね。大丈夫。わかった。明日一日ぐらい休んでも、何とかするから、もう気にしないで休んでもらって全然いいよっていうふうに、すぐに受け入れられる人もいると思います。で、一方ですね、価値観がやっぱり全然違う人であればですね、犬？お前何言ってんの？犬が死にそうだから休むって、お前現場舐めてんの？みたいな風にですね、もう全然理解できないっていう人もいるわけですよね。で、それはもうどっちが正しい間違っているではなく、もう価値観がやっぱり全然違うわけですよね。で、こういう価値観が全然違う人たち同士で、でも対話をしながら、落としどころを見つけていかなくてはいけないということは、もう多々あるわけです。で、その時のポイントなんですけれども、相手には相手の事情があるということがまず重要なんですが、その時にですね、受け入れるではなく、受け止めるが重要なんですね。受け入れなきゃいけないと思うと、なんで犬で休むっていうことを受け入れなきゃいけないの？現場よりも犬の方が大事っていうことを認めなきゃいけないのっていうことで、自分の価値観がですね、傷ついて怒りとか悲しみが込み上げてきて、それで冷静に対話できなくなるんですよね。でも、自分の価値観も相手の価値観も守りながら対話はできます。で、そうやって冷静に対話さえできればですね、対話の中で意見が変わったり、折衷案とか、あるいは第三の案が出てくるっていうこともあるわけですよね。もう休む休まないの二択だけではないわけです。で、そのためにはちゃんと冷静に対話するということが重要なんですね。で、そのための、対話のポイントとしてはですね、そのコミュニケーションっていうのが、心と心のぶつかり合いみたいな風に思ってらっしゃる方いるんですね。このなんか相撲みたいなイメージなんですけれども、でも相撲もですね、ぶつかった瞬間、力が強い人が勝ちますよね。それと同じで、コミュニケーションもぶつかった瞬間、結局権力持ってる側、立場が強い方が勝つんですよ。で、立場の弱い方がですね、自分の言ってることを受け入れてもらえなかった、ちゃんと聞いてもらえなかったっていうことで、折れるわけですよね。で、そうやって立場が強い人はですね、ぶつかっても分かり合えた、対話して向こうも理解してくれたっていうふうに、立場の強い方だけが思ってるっていうケースよくあります。でもぶつかる必要はないんですよね。このイメージとしては相撲ではなく、このキャッチボールです。私とあなたは違う人間です。もう考え方も価値観も何から何まで全部違います。だからこそ私にはあなたに踏み入ってほしくないセーフティーエリアがあります。で、あなたにも私に踏み入ってほしくないセーフティーエリアがあるはずなんです。で、お互いですね、その安全な距離感っていうのを保って、そして安全な距離感の上でですね、このボールっていうのは、言葉とか、ボディーランゲージとか、テキストのメッセージとか、いろんなツールありますけれども、そういうツールを使って私たちやり取りをしているわけなんですよね。なので、ぶつかる必要ない。まずお互いの安全な距離感保った上で、冷静にコミュニケーション取りましょうねという、このキャッチボールのイメージが重要かなというふうに思います。
で、さっきですね、ハラスメントっていうのは相手を支配、コントロールしたいという欲求から発生しがちですよというふうに言いましたが、同じ欲求から発生するこういう行動っていうのもやっぱり NG ですよということになります。つまり直接言わずにですね、相手に察してもらおうとするようなやり方ですよね。例えば、わざとらしくため息をつく、挨拶をしない、話しかけているのに返答しない、わざと無視をする。へえ、こんなこともできるんだね、と、できて当たり前のことを不適切に褒める。これは嫌味ですよね。あるいはその攻撃をしているのに、いや、私怒ってませんよ、と言うとか、あるいは昨日まで普通に話してたのに、突然敬語になるとか、話し方が変わる。人の仕事や人間関係を妨害する。あるいは重要な情報を共有しない。扉を強く閉めるなど、物に当たるとか、こういうやり方ですね。で、こういうやり方っていうのは、やっぱり幼稚なやり方なんですよね。でも私たちはもう成熟した一人の大人なので、やっぱり相手に対して思っていることがあるのであれば、きちんと言葉にして相手に伝えていく。これがとても重要になります。それからですね、豆知識ということで、この良好な人間関係を築くためのゴッドマンギというのもお伝えしたいなというふうに思います。じゃあさっきの山の図がありましたけれども、見えている部分のことであれば、何でもかんでも相手に対して言っていいかというと、ここの比率っていうものを意識するといいのかなというふうに思います。これはですね、人間関係を継続させるために、このポジティブな発言とネガティブな発言ですね、どのぐらいの割合が必要かというものを表したものなんですね。で、ゴッドマンというのは、学者の名前なんですけれども、ゴッドマンがこの夫婦カップルを観察していて、関係性が崩壊してしまう夫婦と、崩壊しない夫婦、一体何が違うのかということで、二人の間のコミュニケーションを見ていて、この比率を発見したと。そして、別れるかどうかの的中率が9割以上だったということでですね、このゴッドマン比というふうに言われているわけですけれども、この比率見ていただくとわかるんですが、友人同士っていうのは、一番関係性が、崩壊しやすいんですよね。8対1なんです。それは、友達って、強制力がなく、いつでも辞めることができるので、ネガティブなことばっかり言う友達っていうのは、ちょっといいかな。もう、友達じゃなくていいかなということで、疎遠になりやすいんですよね。なので8対1なんですけれども、上司と部下というのはその半分の量までポジティブなフィードバック減っても大丈夫なんですよね。4対1なんです。それはその共通の目的、私たち何のために集まっているのかという、枠組みがあるので、このぐらいまで減ってもですね、なんとか関係性崩壊せずに持続するんですね。なので想像の現場でもこの4対1を意識するといいかなというふうに思います。で、このポジティブ4っていうのは、じゃあ無理やりですね、相手に対して褒め言葉を探して言わなきゃいけないかというと、そうではなくて、私たちの日常のコミュニケーションの中では、もう相手が自分に対してしてくれたこととか、相手がそのチームのためにしてくれたことってたくさんあるんですよね。それに対してちゃんとありがとうを伝えようねということなんです。それがだんだん関係性が慣れてくると、もうやってくれて当たり前っていうことになって、わざわざありがとうとか感謝の気持ち言わなくなるんですよね。で、それをちゃんと言っていれば、この比率っていうのは決して難しい比率ではないんです。なので、ちゃんと感謝の気持ちも、ポジティブなことも言葉にして、相手に伝えようというのが、ここで一番言いたいことです。で、最後にですね、この私たちの権利という言葉を紹介したいと思います。創造の現場には本当に多種多様な方たちがいると思いますけれども、みんな同じこの権利を持っているんですね。1、私には賢くて能力のある対等な人間として敬意を持って扱われる権利がある。2、私には自分の感情を認め、それを表現する権利がある。3、私には自分の意見と価値観を表明する権利がある。4、私には間違う権利がある。5、私には人の悩みの種を自分の責任にしなくても良い権利がある。6、
私には周りの人からの評価に頼ることなく人と接する権利があるですね。当然権利があれば責任もあるわけですけれども、その責任というのは、お一人お一人がですね、その創作の現場で、負っているその役割ですね。それに対しては、最大限努力するということを、役割ごとにお一人お一人、していただいた上で、みんなこの同じ権利を持つ仲間なんだということで尊重し合うということがとても重要です。なので、大事なこととしてはですね、まず相手を道具にしないということ、で、相手の感情や感覚を否定してコントロール、支配しないということ、ノーは行動や発言に対してのノーであって、人格の否定であってはならないということ。そして、究極的には、この一番下の2点がですね、とにかく大事ですね。まず、挨拶をしようです。で、挨拶というのは、お互いに、承認し合うメッセージなんですよね。あなたがここにいること気づいてますよ。あなたは大切な仲間だと思ってますよ。そういうメッセージです。だからこそ、これはとても重要なんですね。それからもう一つ、ありがとうをきちんと伝えようというのは、さっきお伝えした、ゴッドマンヒーですね。いざという時に、ノーを言うからには、普段からちゃんとイエスを伝え合ってですね、そして関係性の土台を作っておいてくださいねということです。で、その関係性の土台、信頼関係さえできていればですね、いざという時にノーを言ったとしても、正しく伝えられますし、そして言えるようになります。なので、いざという時にノーを言うからには、普段からちゃんとイエスを伝え合おう。一番簡単なのは、ありがとうをきちんと伝えようということです。で、この2点はですね、ぜひ、今日から実践していただいて、風通しの良い、環境を作って、そして、関わる皆さんがですね、創造現場にとっては、大切なチームのメンバーなんだということで、尊重し合って、そして、素晴らしい作品作りにつなげていただければと思います。はい。ここまでが第1部の創造の現場でのそのまま使用できるハラスメント防止研修の動画となっております。で、ここからの第2部ではハラスメントにならないにしても、クリエーションの現場でですね、安心安全に創作をするための、注意点のポイントとなっております。まずですね、ハラスメントの起きやすい現場というのは、こちらの4つの因子が、重なると発生しやすいというふうに言われています。まず1つ目、トップの考えが明確になっていない、あるいは共有できていない現場ですね。ハラスメント防止をする上で、まず最初に行うべきことは、トップの方がですね、ハラスメントを決して許さないという、そういった明確な方針を打ち出すことです。で、トップの方がそうやってちゃんと打ち出していない、あるいはあるんだけれども、現場に浸透していないということであればですね、やっぱりハラスメントに関する意識も全体的に薄くなって、そしてハラスメントが起きても放置されてしまうということが起きがちになります。それから2つ目がコミュニケーション不足ですね。で、普段からですね、関わる皆さん同士でコミュニケーションが不足しているという場合も、やっぱりハラスメントは起きがちになります。挨拶をしないとかですね、すぐ近くにいるのに直接話さずに連絡事項はメールのみ、あるいは LINE のみで行うとか、もういつもピリピリしていて、もう雑談ができるような環境ではないとか、そういったことが常態化していると、やはりですね、ハラスメントっていうのは生まれがちになります。それから3つ目、閉鎖的ですね。長年同じメンバーで構成されている場合に、外部の人がなかなか入ってこないと。そうなるとですね、上下関係とか、あるいは経験からのその優位性というものが固定化されがちで、そういう環境だと、やはりこの上から下に対してのハラスメントというものが生まれがちというふうに言われます。そして最後が余裕のなさですね。で、やっぱりよくあるのがですね、演劇の稽古場だと、やっぱり台本が稽古初日になかったというケース。これ、やっぱりみんながだんだん追い詰められてですね、そして最後にハラスメントが起きてしまうというケース、よくあるんですね。で、やっぱり長時間労働とかですね、
本来休みが取れるはずのところが、いろいろ間に合わないから、休みがもう、労働になってしまうと。そういうふうになるとですね、やっぱり人間を疲弊させますし、疲弊した人はですね、ミスをして、それが、普段だったら余裕があれば、みんなも、いいよいいよというふうに流せたところが、みんな余裕がないので、それが、激しいですね、指示や指導や叱責や一線超えた、ハラスメントと呼ばれるようなことになってしまうということがあります。なので、これ4つをですね、全部ひっくり返せば、ハラスメントを防ぐ、そういった環境を作っていくことができるということなんですね。で、それからですね、創造の現場で、安心安全なクリエーションのためのポイントとして、トリガーワーニング、トリガーアラートと呼ばれるものがあります。これはですね、例えば今大学とかでも、授業などにおいて、その学生にショックを与えるような、画像とか映像を、映したり、あるいはその気持ちを傷つけるかもしれない、そういうものを紹介するという時には、事前に、警告してですね、見たり聞いたりしたくない、人は、自分の身を守ることができる、事前に予告することでですね、対応を、本人が選択できるようにするというためにですね、こういうトリガーワーニング、トリガーアラートというものを設ける、大学もあります。で、創造の現場でもですね、例えば戦争を題材とした作品だから、参考映像として見てみようということでですね、何のモザイクもかかっていない、やはり残酷なものを急に見せられて、非常にショックを受けてしまった、そういう話を聞いたりもします。なので、稽古場でもそうですし、あるいは、作品内容の中にそういうコンテンツが含まれるのであれば、事前にですね、観客や鑑賞者に向けても、そのことを注意喚起して、見る側の方がですね、自分を守れるように、選択肢を取れるようにするということも必要かなというふうに思います。それから2つ目ですね、そのクリエーション環境の中でみんなの前で個人的な経験や思想を聞く、つまりその人が答えることを強要するようなシチュエーションになっていないかということもですね、気にする必要があります。で、当然相手には答えない権利もあります。そのことも念頭に置く必要があります。特にですね、聞くにあたって、こちらも非常にセンシティブになった方がいいことというのは、属性に関することですね。その方の性別とか年齢、職業、宗教、社会的出自、人種、民族、国籍、身体的特徴、セクシュアリティなどに関することとか、あるいはその方の経験に関すること、性的な体験とか、差別的な経験とか、病気の経験、事件や事故の経験とかですね。あるいは個人の経済状況や健康状況や人間関係、家族関係などですね。その人がですね、どういうところに、トラウマや傷つきを抱えているかということは、他者からはわからないわけですよね。それをみんなの前で開示させるということは、非常に暴力的な行為になる、つながる可能性がありますので、このあたりはですね、やはり一人一人が意識的になるということがとても重要です。それから3つ目ですね、その個人のエピソードや属性を作品のために勝手に使用していないかということで、雑談の中で出てきた話をですね、勝手に作品に取り入れるとか、あるいはその本人がですね、他者に対して言っていないことを、自分がたまたま知っていて、それを作品に勝手に使うみたいなこととかもですね、非常に注意が必要です。で、1番、2番、3番ですね、共通して重要なことですけれども、もうすべて同意を取るということが重要ですね。こういうことをしたいんだけれども大丈夫だろうかということで、ちゃんと観客もそうですし、クリエーションに参加するメンバーもそうですし、ちゃんと同意を取って一個一個丁寧に進めていくというのがですね、やはり安心安全なクリエーションのためのもう大前提かなというふうに思います。それから、仕組みとしてはですね、やっぱりさっき相手のことを自分の要求を満たすための道具や機械にしないっていうふうに言いましたけれども、それを防ぐためにもですね、
相手が、一人の人間なんだということを知る機会をですね、やっぱり仕組みとして作っていくということは重要かなというふうに思います。でももう一日しか現場がなくて、とにかく時間に追われてですね、やらなくてはいけないという場合だと、なかなか個人を知り合うっていうことをそこに、その時間を作るということは難しいわけですけれども、長期間のクリエーションの現場では、やっぱりこの個人を知る機会を作るということは重要かなというふうに思います。で、それはですね、別に一人一人の自己紹介の時間をちゃんと作りましょうということではなくてですね、例えば、稽古の最初の段階で、チェックインというふうに言いますけれども、一人一人がですね、今の気持ちをもう簡単にですね、言葉にして伝えていくと。で、例えば、ちょっと今日は朝からお腹が痛くて、無口かもしれませんが、機嫌が悪いわけではないですっていうふうに、その人が言っておけば、その人も安心ですし、周りも変に勘ぐる必要がないということですよね。そういう時間を例えば作る。それチェックインと、あと最後にやってチェックアウトというふうに言ったりもしますけれども、例えばそういうことを取り入れてみるとか、そういう仕組みも有機的に働くのかなというふうに思います。それから仕組みとしてはですね、このハラスメント防止3点セットというふうに言っていますけれども、その創造の現場が始まる前にですね、まずガイドラインを作るということ、それからクリエーションのなるべく早い段階で研修をするということ、それから相談窓口を設置するという、この3つがですね、やっぱりハラスメント防止のためには非常に効果的だなというふうに思います。で、このガイドラインの作成というところに関しましては、組織単位で作るとなると、なかなかですね、やっぱり確認フローとかが大変だったりしますけれども、とにかく今回の現場だけで作ってみよう、使ってみようということで、事業単位でとにかくやってみると、実装してみるということが重要かなと思います。それから、権力を持つ人にとっての抑止力になるようにということで、権力を持っている方がですね、一方的に読み上げて、じゃあこれでってなると、やはり立場の弱い方はですね、押し付けられたような気持ちになりますので、これはやっぱりみんなにとって、安心安全な、創造現場のためのものになるという意識が必要です。それからクリエーションのなるべく早い段階での研修というのは、先ほどの第1部の中でですね、申し上げたように、皆さんで共通理解を持つということが重要です。そして最後の相談窓口の設置というところですけれども、これはですね、やっぱり相談窓口があるということが、結構抑止力になるわけですね。特にセクハラです。で、相手が周りから見えていないところでですね、こっそり立場が弱い人に対してやるというセクハラがあったりするわけですよね。それが、立場の弱い人が今まで相談窓口がなかったので、権力を持っている側の方はですね、そういうハラスメントができてしまったかもしれないんですけれども、その人が相談できる先があるということで、今までそこに甘えてた人も、これはやってはいけないということでですね、抑止力になったりするんですよね。それからですね、相談窓口は、間違っても構造上権力を持っている人だけを窓口にしないということで、それは相談窓口としてやっぱり機能しないということになったりもします。で、この相談窓口をじゃあどういうふうに設置したらいいか、どういうふうに運営したらいいかわからないという疑問もいろいろあるかと思いますので、それはですね、こちらのアートのとハラスメント防止講座の2024の動画の中で相談窓口のための動画も作成しております。ぜひそちらもご活用いただければと思います。じゃあ本日は以上で終了となります。ハラスメント防止講座2024は、この他にも創造現場における実践的な観点からの知識やヒントを多面的に提供する講座や、ハラスメント防止のみにとどまらない良好な創作、活動環境を築くためのトレーニング講座や、ワークショップを企画しております。講座全体で体系的な学びの機会になると思いますので、表現領域や活動、皆さんの職能やジェンダー、属性等に関わらずですね、創造活動に取り組むすべての皆様にとっての風通しの良い
安心安全な創作活動の基盤強化の支援になれば幸いです。ぜひアートノート公式ウェブサイトをチェックしていただきまして、ご参加をお待ちしております。本日はどうもありがとうございました。